カリエテ・ラ・ケマダの伝説。セニョール、自分が何を語っているかを知らずに、こう申し上げる方が多くおられます。カリエテ・ラ・ケマダ焼かれた女の通りの名はですな。異端審問所が良き者の善行を助けるべく、悪しき者にとことん不愉快な思いをさせていた頃に、そこで一人の女異端者がしっかりと満足のいく形で焼かれたからついたのだ、と。それは全く事実ではございません。異端審問所の毛までの家系台。そこで罪人たちが罪を焼き払うために焼かれた場所は、カリエテ・ラ・ケマダの近くなどではなく、今のアラメダの西の端、町の全く別の地区にあったのでございます。それゆえ、これらのことをごちゃ混ぜにするのは誤りでして、本当の真実はこうでございます。この美しい若い令嬢が自らの美貌を自ら火を当てて損なったのだ、と。彼女がそれを行ったのは、自らそうしたいと願ったから、そうすることで心の中にある記念に決着をつけたかったからでございます。それは良き不幸ドン・ルイス・デ・ベラスコの時代に起こったことでございました。ですからお分かりでしょう、セニョール。この物語は300年以上も昔のことなのでございます。心の確証のためにそのような極端に走った美しい若い令嬢のお名前はドニャ・ベアトリス・デ・エスピノサと申されました。父にみのお名前はドン・コンサロ・デ・エスピノサ・イケブラと申しまして、ヌエバ・エスパーニャでの売り買いによってさらに富を増そうとやってきたスペイン人の富裕な商人でいらっしゃいました。当地に着くと彼はサンパブロ地区の立派な家に木を構えました。それは後にそこで起こった出来事ゆえに今では焼かれた女の通りと呼ばれている、まさにあの通りでございました。その残酷な出来事の前にその通りが別の名で呼ばれていたかどうか私は存じません。ドニャ・ベアトリスはですな、セニョール、満月と最も美しい星々を合わせたほどに美しく、その美しさよりさらに徳高いお方でして、ちょうど20歳でございました。それゆえ、町中の若い紳士はたちまち彼女に恋し、その中でも最も富裕で高貴な者たちが大勢彼らの両親や叱るべき仲介人を通じて父に見に結婚の許しを請うてきたのでございます。それでドニャ・ベアトリスはその意にかなうものがあれば20人もの良き夫の中から誰でも選べたはずでございました。けれども夫の選び方には大変こだわりのあるお方でしたから、どの方も彼女のお気に召さず、それで父にみは彼女の望み通り全てを断ったのでございます。しかしある日、事情が変わりました。福王が王宮で催した盛大な舞踏会の折、ドニャ・ベアトリスは心が待ち望んでいたものを見つけたのです。それはイタリア出身の高貴な若い紳士で、他のすべてのものと同じく即座に彼女に恋をいたしました。そして彼女もまた生涯誰に対しても抱いたことのない仕方で即座に彼に恋をしたのでございます。この若い紳士のお名前はドン・マルティン・スキポリと申し、マルケス・デ・ピナモンテ・イ・フランテスチェポでいらっしゃいました。親しさと同じくらいに美男子で極めて嫉妬深く、また何者にも増して喧嘩好きでいらしたのでございます。それで申し上げた通り、セニョール・ドニャ・ベアトリスは即座に彼に心の底から恋に落ち、ドン・マルティンも即座に彼女に恋に落ちました。その激しさたるや、彼女の他の恋人たち全員に対する嫉妬が彼の喧嘩好きを煽り立てて、ドニャ・ベアトリスに恋を語っていない暇な時間に他の恋人たちを侮辱し怒らせ、剣の切っ先で楽しむこと、それしかしなくなったのでございます。
ところでドニャ・ベアトリスはですな、セニョール、まことに繊細な気質の若い令嬢でして、恋についての観念は天上の女天使たちと同じものでございました。それゆえドン・マルティンの絶え間ない決闘が彼女を大いに悩ませました。あれほど暴力的な人物はそやで肉体的な気質の持ち主に違いない。そういう気質ゆえに彼女への恋は彼女の外面の美貌に目をくらませられたものに過ぎず、彼女自身の恋のような魂と魂の純なる恋ではない。そういう懸念が彼女の心に湧き上がったのでございます。さらに彼が嫉妬に駆られて正当な理由もないのに多くの立派な若者を重傷を負わせ命まで奪うことに彼女は深く心を痛めておりました。それゆえドニャ・ベアトリスは多くの思案と多くの祈りを重ねた末に自らの美貌を損なうことを決意したのでございます。そうすれば全ての嫉妬を不問に付すことができ、また同時にドン・マルティンの彼女への恋が外面の美貌とは無関係な、誠に魂と魂の純なる恋であることを心に確証できるからでございました。そしてドニャ・ベアトリスはですな、セニョール、本当にそれを行ったのでございます。父に皆代筆されており、家の召使いも一人また一人、何かしらのようにかこつけて家から外に出されておった折に、彼女は燃え盛る炭火を満たした火鉢を自分の部屋へと持ち込みました。そして壁にかけてあった聖ルチアの聖が、自らの身に残酷な傷を負わせる際に、自身の力が萎えた時の力添えとしてかけたものの下にこれを据えたのでございます。聖ルチアと申せば、おえでしょう、セニョール。自らの手でその素晴らしく美しい両目を抜き取り、それなしには生きていけぬと申してきて、自分の信仰を妨げた若い紳士へと、さらにもって届けたお方でございます。そしてその瞳を送る折のお言葉として、あなたは生きていけぬとおっしゃる目を差し上げましたから、私と信仰をどうかそっとしておいてくださいませ。と、それゆえ、ドニャ・ベアトリスが手掛けようとする剣を見守る役には、聖ルチアが最もふさわしい政治をでいらしたのは明らかでございます。けれども目に関しては、ドニャ・ベアトリスは厳密に聖ルチアを真似たわけではございませんでした。目がなければドン・マルティンが彼女の課そうとしていた試練にどう耐えるか見られないこと。そしておそらくは聖ルチアが奇跡的に瞳を取り戻された。失った時よりさらに美しくなって戻った。なぜならお分かりでしょう。それらは天の光に満たされて戻ってまいりました。ということを思い起こしたゆえでもございましょう。耐えるまで天使たちが大切に預かっていてくれていたのでございますから。それゆえドニャ・ベアトリスは濡れた布を目に巻きつけました。ドン・マルティンが試練にどう耐えるかを見るために視力を保つため、また天使たちに瞳を預かる手間を省いて差し上げるため、そしてそれから彼女は火鉢の火を仰いで仰いで、炭が激しく燃え上がる音が彼女に伝わるまで仰ぎ続けました。それからセニョール、彼女はその美しい顔を燃え盛る炭の真ん中へと深く突っ込んだのでございます。そしてその同じ瞬間に、もちろんドニャ・ベアトリスはそのことを知りませんでしたが、パリエ・デ・ラッケマダ焼かれた女の通りはその名を出たのでございます。聖ルチアの導きと証人のもとに執り行われたこと、そのこの徳高い若い令嬢が自らの美貌に対して下した残酷さは、良き結末以外には至りようがありませんでした。やがてやけどの苦しい痛みが少し和らいだ頃、ドニャ・ベアトリスはドン・マルティンを自分のもとへ寄りました。彼が来ますと、彼女は処女の白衣をまとい、
その痛ましく焼けた顔の上に白いベールをかぶっておりました。そしてドニャ・ベアトリスが心の確証のために計画した試練が行われたのでございます。少しずつドニャ・ベアトリスは白いベールをゆっくりと持ち上げました。少しずつドン・マルティンは彼女の顔を目にしました。その顔は彼が最も恐ろしい夢の中で見たものよりもはるかにそっとするほど醜悪なものでございました。歪んだ死の層の中に二つの美しい瞳が完全に生き生きと輝いている。それこそが恐ろしさの源だったのです。それゆえドン・マルティンは大いなる喜びと感謝を持って即座にドニャ・ベアトリスをめとったのでございます。そしてそれからずっと彼女の外面の美貌を愛するのを至極まっとうにやめ、彼女が彼に与えてほしいと願った通りの魂と魂の純なる恋を捧げたのでございます。私自身としては、セニョール、あの若いデイジ王のなさりようはとわりにはわぬと思いますし、ドン・マルティンには腹を立てる正当な理由があったと申し上げたいのでございます。